何ヶ月も前からずっと悩んでいたのですが、この度コペン GR スポーツを売却することにしました。マッチーズワールドへようこそ。それではコペンの売却に向けた準備として最後の DIY を行うとともに、車に積んであるものを下ろしていきたいと思います。もしかすると多くの方は売却直前に何か気になる点があったとしても放置してしまうのかもしれませんが、僕にとってコペンは特別な愛車なので、次のオーナーさんにもコペンのカーライフを楽しんでほしいという気持ちで、気になる点に対応しておきたいと思います。まずはこちらの症状に対応していきます。イグニッションオフにした際にアラームが鳴って黄色い鍵のマークが点滅する症状は、電子カードキーの電池残量低下を表しています。ちなみにコペンを開発したダイハツでは、この形状の鍵をスマートキーではなく電子カードキーと呼んでいるようですね。早速交換する電池を購入してきました。電池の型番は CR2032 となります。僕は純正のキーケースをつけているので、まずはこちらを外していきます。キーの状態はこのような感じです。コペンのキーはかなり傷つきやすいのですが、納車と同時にキーケースをつけたので、結構綺麗な状態を保つことができたと思います。むき出しで運用すると残念な見た目になってしまうので、キーケースはこれからコペンを購入される方におすすめのアイテムだと思います。キーの横にあるくぼみにマイナスドライバーを入れて軽くこじると、キーを開けることができます。続いて曲線を間違えないように注意しながら電池を交換していきます。キーの内部はめったに見ない部分ですが、パッキンの状態を含め特に問題はなさそうですね。キーを元通りにしたら再びキーケースを取り付けていきます。続いての作業はエアコンフィルターの交換です。取り付けるフィルターはデンソーの DCC7003 となります。これまでに所有した車でいろいろなメーカーのエアコンフィルターを使ってきましたが、性能と価格のバランスはデンソーのフィルターが一番優れているように感じます。それではグローブボックスを外していきます。ブロアユニットの白い蓋を取り外します。なお、前回の交換では同じデンソーのプレミアムフィルターを装着していました。こちらは DCP7003 という型式の PM2.5 にも対応しているフィルターですが、率直な印象としてオープンカーにこちらを取り付けるメリットはほとんどないと思います。今回取り付けるフィルターは値段が安い割に消臭性能も高いので、その点でもプレミアムフィルターはコスパが悪いように感じました。それでは新しいフィルターを取り付けていきます。といっても上下方向の表記に注意してセットするだけなので、特に難しいことはありません。続いて白い蓋を戻します。ところでコペンはダッシュボード裏の空間がかなり狭い車なので、カーナビやドライブレコーダーを取り付けている状態でこれだけ配線類がすっきりしている車両は珍しいと思います。久しぶりに眺めたので、取り付け前に配線類の引き回しを入念に計画して作業したことを懐かしく思い出しました。さて、グローブボックスを取り付ければフィルターの交換作業は終了となります。ちなみにエアコンフィルターの交換は僕が初めての DIY で何をしたらいいかを聞かれた時におすすめしている作業になります。
グローブボックスの取り外しで内装パーツを外す感覚を知ることができますし、ディーラーで交換してもらうよりも圧倒的に安く済ませられるだけでなく、定期メンテナンスの一端を自分の手で行えるようになるといったメリットがあるためです。また、初めての作業でも失敗の可能性が少なく、成功体験を積むことができるのも、エアコンフィルターの交換をお勧めしている理由となります。さて、最後の DIY が終わったので、続いては車内に積んでいる荷物を下ろしていきます。まずはマキタのクリーナー用ソフトバッグです。コペンはアクティブトップを開けるためにトランク内のラゲージパーティションをホルダーにセットする必要があるのですが、その状態で手前側の空間を最大限に活用できるバッグを探してこちらを購入しました。別で動画を作成していますので、気になる方はそちらをご視聴いただけますと幸いです。続いてはトランクボードを下ろしていきますが、先にそちらを保護しているジョイントマットを下ろします。トランクボードはもともと折りたたみ電動アシスト自転車を積むための内装保護を目的として作ったものですが、作成の過程でいろいろなこだわりを盛り込んだので思い入れのあるパーツになっています。また、自転車を積む際にラゲージパーティションを固定するためのベルト類もこだわりを持って作成したものになります。こちらも別で動画を作成していますので、興味がある方はご視聴いただけますと幸いです。売却に向けた準備が一通り終了したので、最後のドライブとして満開の桜並木を見に行くことにしました。コペンを手に入れてから毎年実感してきましたが、オープンカーで桜並木をドライブするのは最高の贅沢ですね。そして桜並木を走っていると、コペンを手に入れてすぐに訪れた目黒川を思い出します。2020年の春は新型コロナウイルスの関係で3密回避や外出の自粛が呼びかけられていたこともあり、ほとんど貸し切りのような状態で満開の桜を堪能することができました。今映像を見返してみると、本当に特別なタイミングだったことを感じます。ちなみに僕は何年も貯金を続けてようやくコペンを手に入れたので、そうした意味でも2020年のお花見イベントは格別なものでした。また、当時の僕は独身で20代から背負っていた借金を返し終えてようやく人生が動き始めたところでしたが、あれから数年経った今では結婚していて、しかもあと少しで新たに家族が増える予定となっています。これまでコペンは僕にとって特別な愛車でしたが、今後の生活を考えた時に家族3人の移動に使えないコペンをどうするのか悩むようになりました。もちろんセカンドカーとして所有し続けることも考えたのですが、車は走ってこそ進化を発揮するものだと思うので、ガレージに置きっぱなしにするよりも次のオーナーさんにドライブを楽しんでもらった方がいいと考えました。コペンを売却したらもちろん寂しさを感じると思いますが、今はそれ以上に人生の新たなステージを楽しめることにワクワクしています。ある意味でこの日は僕のパートナーともうすぐ生まれてくる子供の3人でコペンのドライブを楽しむことができたとも言えるので、そう考えると本当に感無量だと感じました。最後のドライブから戻ってきました。すでに出張買取のスケジュールも組んでいるので、あとは洗車を行うなどして売却を待つばかりの状態となりました。ちなみにコペンを手に入れてからのトータル走行距離はたったの4165キロでした。僕はコペンの購入を機に YouTube チャンネルを開設し、情報発信を含めて楽しんできましたが、限られた休日の多くが動画編集に割かれてしまうジレンマを最後まで解消できませんでした。自分の不器用さでたくさん乗ってあげられなかったことを申し訳なく感じました。なお、次のオーナーさんへのささやかなプレゼントとして、
ドライブの帰りにガソリンを満タンにしてきました。この車を手にした方がガソリンスタンドではなく真っ先に好きな場所に向かえたらいいなと思っています。コペンを手に入れてからの数年間、ガレージに止まっている風景を当たり前にしてきましたが、それももうあと少しです。それにしてもコペンは軽自動車でありながら造形やパーツのチョイスが良くて本当に満足感の高い車でした。ちなみに僕は車いじりも好きなので多くのカスタムを楽しんできましたが、中でも一番気に入っていたのは純正のように見えるクオリティを目指して取り付けたクルーズコントロールです。小排気量のターボ車は巡航時に上り坂で失速しやすい傾向がありますが、クルーズコントロールの取り付けによって特に長距離運転時の疲労が大きく軽減しました。取り付けには少し手間がかかりますが、本当におすすめのパーツなので、興味のある方はぜひ作業動画をご覧いただければと思います。各部を眺めていると、いろいろな思い出が蘇ってきますね。改めて、いい車だったなと思いました。そしていよいよコペンを売却する日の朝がやってきました。この日は午前中から複数の買取業者に出張査定をしていただきました。最初から最後まで2時間くらいかかりましたが、車両の状態がいいということで各社さんとも限界まで頑張っていただき、最終的にはちょっと信じがたいほどのいい条件で買い取っていただきました。夏に向けてオープンカーの買取相場は上がってくると聞いていたのですが、僕が最低限のラインとして定めていた金額より60万円以上も高く買い取っていただき、なんだか少し恐縮してしまいました。こちら書類の手続きが全て終わり、最後に撮らせていただいた写真となります。コペンの最後の姿を見送りながら、次のオーナーさんにも大切にしてもらえたらいいなと思いました。コペンの売却からしばらく時間が経ちました。しかしガレージに来るたびにまだそこにコペンがあるような気がしてしまいます。もちろん頭では分かっているのですが、車1台がなくなったスペースを見るたびに自分のガレージはこんなに大きかっただろうかと思ってしまうのです。マキタのクリーナー用ソフトバッグはプリウスに載せる予定ですが、トランクボードの方はオークションに出してみようかなと思っています。これまでガレージのソファーセットはコペンを眺めながら過ごす場所だったので、こちらにも久しぶりに座りました。コペンのミニカーはいろいろありますが、店頭展示用の色見本ミニカーが一番造形がいいように感じます。こちらを手に入れた時は本物があるのだからそちらを見ればいいやと思い、ほどなく片付けてしまったのですが、今後はこちらだけがガレージで眺めることのできるコペンとなります。それでは今回の動画は以上となります。今は少し寂しさを感じますが、そのうち切り替えていろいろな動画をお届けしたいと思っていますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。